最近苦しんでいる人が増えているように感じます。その大きな原因は、外側から自分を見ることが過剰になってしまっていること。単に思考によって紡ぎ出されたダメな私物語の中でお芝居をしているようなものなのかもしれません。そこから抜け出すためにはどうすればいいのでしょう。今回はダメな私、不幸な私物語の呪縛を解く方法についてお話しします。外からの視線と意識のズレ。本来そんなに気にしなくてもよかったはずの外から見た自分。それを社会の目線で厳しくジャッジしてしまう。私、みっともない。私、負け犬だ。こうして外側から見た自分をさらに社会の目で判断するという悲しい機能が個人に出てきてしまったのです。本来意識を内側に向けていれば気にならないことを外側から、しかも社会の目を背負って、私やばい。うちの子のここがまずい。という見方をするようになって、常に意識が自分の体から外に出ているような状態になっているんです。それは神経と意識がずれてつながっていない状態です。だからお腹を感じてくださいと言っても感じられない人がいっぱいいます。幸せなんて感じられるわけがない。なぜなら幸せを感じるためには意識を体に向けて神経が感度よく働いていることが不可欠だから。悲しいも寂しいも嬉しいも、それを感じるためには神経が機能していることが必要なのです。体を感じるワークショップを行ったときに、最初は皆さん集中して取り組まれますが、だんだんとこんな格好誰かに見られたら恥ずかしいと外側に意識が出てしまう瞬間があるんです。そういえばここ怪我したよな、明日筋肉痛になったら嫌だなとかどんどん出てきます。意識がこの瞬間の体の内側から離れて過去に飛んだり未来に飛んだりしながら気づくと外側から見ているのです。それほど意識を体の内側に向けていくことが難しくなっている。それは外側から自分を見て他の人と比べて悩むような思考がいっぱいだから。誰かに馬鹿にされている、笑われている、自分は嫌われている。もう無限にやってられます。本当はそうじゃなくても、いくらでも外側から見た要素を付け加えて、ストレス物質をたくさん出すことができるんです。この外側から自分を見る自動思考が一番人を苦しめているんじゃないかと思います。外側から見た私という物語。その呪文はどうしたら解けるのでしょう。それは私という意識はその瞬間の気づきの意識でしかないということ。気づきこそ自分の存在の核であり、自分の存在の大元です。自動思考を止めて悟った人は皆、私とは気づきだった、意識とは気づきだったと全く同じ結論に至ります。そして気づく以上のことは
何もしなくていいってことにも、いずれ気づくでしょう。気づきとは何でしょう。失敗した経験があると、失敗ばかりする私という物語ができてしまいます。でも失敗したことって、その時のただの気づきでしかなく、やだ、失敗しちゃったで終わる話なんです。忘れ物が多くても忘れ物ばかりする私ではなく、忘れ物しちゃった、びっくりしただけでいい。ただ毎春現れては消え、現れては消える現れにただ気づいている。ダメな私を改善するためにはどうしたらいいのかといったような左脳によって湧き出てくる思考に乗せられないようにすることがポイントとなります。さあ、物語を手放していきましょう。気づくとあなたの物語にはなっていきません。左脳が勝手にやってるだけだとわかるから、いろんなものを絡め取られなくなります。過去を忘れるわけでもなく、なくなるわけでもありませんが、私、だからダメなんだ、という不幸な物語につながっていかないんです。いちいちその物語を取り出して、今の自分に当てはめて苦しむ必要はないということです。そのことに気づくのです。過去のこと、終わったことは、今この瞬間を 100% で生きるために全く必要ないことですから。ただその瞬間、目の前に現れを現れとして見ることができて、気づくことができて、それに反応する自分の内側の感情に気づくことができたら、なんだ、ただ左脳の思考に乗せられてただけなんだ。ダメな私を変える物語を作ってただけなんだ。そう気づけばもう物語の呪縛が解けました。それがもう純度 100% のあなたです。今辛い人へ抜け道あります。一人の人間の中には常に外側から見ている私物語と意識を内側に向けて現れに気づいている人生が重なり合って存在しています。そう考えると、今は辛くても先の未来で幸せな自分になるぞというのもちょっと違います。それすら左脳の紡いだ私物語の一つかもしれません。左脳って本当に巧みなんです。みんながこんな風になりたいと未来に思い描いているものは、もともと体の中にあるのです。それを外に投影して、お金をたくさん稼いだらそれになれるだろう。社会で認められたらそれになれるだろう。もっと美人になってスタイル良くなったらそれになれるだろう。と考えています。でも実はそういうことじゃなくて、本当は今この瞬間、その幸せは全部ここにあるのです。多くの人はすでに慣れ親しんでしまっている頑張って未来を良くしようという考えの中で人生をずっとぐるぐるしてます。でも意識の水面下ではもうすでにものすごく幸せな自分がそこにいて、いつ外に出られるかなみたいな感じであなたが選んでくれるのを待っています。
内側に意識を向けることを選択すると、細胞たちからの愛や喜びを感じられ、細胞からのすべての生き物と調整済みの情報を直感として受け取ることができ、奇跡のような出来事が連発するようになるのです。人から見られた私を変えることを頑張ることか、意識を体に向けて細胞からの幸福感を受け取るか、どちらを選択するかだけ。もうすでに幸せな感覚は体の中にあるものなので、どこか遠くに行かなきゃいけないわけでもなく、傍から見て立派に見えなくてもいい、ありのままの自分がただガチャッとそっちにつながっていくように意図するだけなんです。今日はぜひ意識を体に向けて幸せになることを意図してみてください。今日一日だけでもいいです。試しにやってみてください。ゆったりとした呼吸を感じて、体の力をふーっと緩めて、お腹の内側の感覚を感じてください。そのふわーっと温かな感じの中にいます。どうでしょう。ほんのわずかな時間でも意識を内側に向けているだけで静寂感を感じられたと思います。意識を内側に向けるだけで信じられないけれど苦しみから解放されるんです。魔法のようなこの効果をぜひ体感してください。私物語の呪縛にもがく選択肢からスルイと抜け出し、静かで平和で幸せしかない世界。今この瞬間、ここにあります。すでにあります。ただ体を感じるだけで、すべての苦しみから解放されます。人の目も、人からの評価も、素晴らしい私になる未来を思い描き頑張ることも、何の意味もなかったことに気づくあなたが、ここに現れます。なんだ、私このままでよかったんだ。二つの人生が今この瞬間にあります。ぜひあなたも左脳の紡ぐ私物語の世界から抜け出してください。私という催眠術が解けたとき、あなたは本当に自由を、解放感を感じるでしょう。今まで見ていたものと同じものでも、キラキラと輝いて見えるでしょう。そしてあなたが本当の主人公となり、人生をワクワクするような冒険の物語にしてください。あなたといういくつかの大きな意識たち、神経や細胞たちが力を合わせてあなたという個人を生きる、そんな物語になるはずです。